Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんお元気でしたか？僕はちょっと落ち込んでたんですけど、今はすごい元気です。今日は僕がなぜ1、2年間ぐらい YouTube をやめていたのかの理由を説明して、じゃあ今何やってるのっていうのを最後に説明したいと思います。1年くらい前から急に動画を投稿しなくなったので、結構びっくりしている人もいるんじゃないかなと思います。やめていた理由は大きく2つあって、1つ目は僕が昔やっていた日本語オンラインスクールのマネジメントに失敗したから。もう1つは僕が医者になったからです。まず1つ目なんですけど、これが一番大きな理由かもしれないんですけど、知らない人もいるかもしれないので、最初から説明すると、僕は1、2年くらい前にキーピースっていう日本語のオンラインスクールを作りました。僕は留学の経験もあったり、あとは医者でもあるので、記憶に残りやすい授業をデザインして、デザイナーの人がそれを見やすくして、そのできためっちゃいいものを日本語教師が教えるっていう、そういうオンラインスクールを作りました。ただ、ものすごく内容が良かったのに、いいものを作ることに集中しすぎて、それをちゃんとみんなに届けるっていうところのシステムをしっかり作らなかったせいで、ずっと授業を提供し続けるっていうことができなくなってしまいました。それがすごい反省で、参加してくれた人はもうめちゃくちゃ喜んでいたし、次参加したいってすごく楽しみにしている人もいっぱいいたんですけど、本当にただただ僕がその力がなさすぎて、ランニングコストがすごいかかってしまって、そのせいで長く続けることができませんでした。それで、先生、あとは僕を支えてくれた人はもちろん、楽しみにしていた生徒とか、ものすごい迷惑がかかって、それで、僕のせいなんですけど、僕もすごい落ち込んで、結構、あんまりいろいろなことに集中できなかった期間がありました。自分の作ったものってやっぱり子供のように大切じゃないですか。それをすごいいいものは作ったのに、ちゃんと育てるっていうところまでしっかり考えられてなかった。当時は考えていたつもりだったんですけど、全然まだまだ僕が弱くて、そのせいでうまくいくことができませんでした。あともう一つの理由は、僕がオノマップで YouTube をもっと撮っていた時は、まだ学生だったんですけど、それが医者になって、新しいことを勉強して覚えていく必要があって、時間がなかったっていうのもあるんですけど、多分それは言い訳かなと思います。本当はやっぱり自分の力がなくて、それを現実世界ですごく体験して、そのせいで、すごく落ち込んでいたのかなと思います。ただ実はそのキーピースをやってすごく良かったことの一つに、その活動がきっかけですごく仲良くなったアメリカ人の親友ができました。彼は本当に天使みたいに優しくて、僕が落ち込んでいた時もすごく励ましてくれましたし、あとは一緒にモンスターハンターっていうゲームを毎日やりながら話していました。それで時間も経って医者の仕事も慣れてきて、そろそろ自分の人生とかをより考えた時に、医者だけやっていくことに僕は少し違和感があったんですよね。やっぱり僕はすごくクリエイティブなことが好きで、みんなと一緒に楽しい時間を過ごしたことは僕にとってはすごい宝物で、やっぱり日本語を頑張って勉強したい、話せるようになりたいっていう人のそのことに僕のクリエイティビティをすごい使いたいなっていうふうに改めて思ったんですよね。もうずっとオノマップを作った時からそうで、オノマップの動画もなるべく日常生活で使う日本語を使っていたり、あとはもちろんキーピースも勉強って大変じゃないですか。だからなるべく話しながら楽しみながら覚えられるような授業を作っていました。やっぱり僕にとっての原点はそこだと思います。実際に僕が言語を話せるようになった時っていうのも、そういう楽しい思い出、実際に使った経験、これで話せるようになったと思います。音楽と似ていてリズムで覚える、使って覚える、歌って覚えるみたいな、そういう感じがすごくあると思います。
もう勉強のハードルを下げたいっていう思いはずっと持っていて、実は今も日本語を楽しく勉強できるカードゲームっていうのを作っていて、1、2ヶ月後くらいにクラウドファンディングをしようと考えているんですけど、それについてはまた今度話したいと思います。それで今はクリエイティブなことをやりたいっていう自分のことがはっきり分かったし、新しいことを始める自分にもワクワクしているので、それで今後の活動なんですけど、3つやります。1つ目は YouTube の動画で、昔みたいな動画に加えて、ドキュメンタリーじゃないですけど、例えば今もうめちゃくちゃ最高な楽しいカードゲームを作ってるんですけど、もう今度はちゃんとしっかりみんなに届けるっていうところを僕が作っている様子とか、その時に話すナチュラルな日本語っていうのをみんなに聞いてもらうことで、そういうリアルに出てきた日本語、そういうのが勉強できるような動画を作っていきたいと思っています。2つ目ですが、YouTube ライブももっとやってみんなと楽しく話せたらいいなと考えています。僕も何か特別用意するというわけではなくて、みんなの質問に答えたり、今日はどんな一日だったとか返事をしてもらって、僕もそれにまた答えるとか、そういうコミュニケーションですよね。それをやりたいななんて考えています。僕も医者の仕事が夜に入ることもあるので、毎回しっかりと僕のインスタグラムやツイッター、あとは YouTube コミュニティなので事前に報告したいと思います。3つ目ですが、日本語学習者のためのポッドキャストをやりたいと思っています。ポッドキャストの方が留学していた時の経験や、日本の少し変わったところとかを結構言いやすいのでやりたいなと思っています。これもまたこの動画のコメント欄を見てください。以上が僕の正直な気持ちでした。やっぱりショックなことを受け止めて、それを考えて皆さんに伝えるっていうのにはちょっと時間がかかっちゃって、申し訳なかったんですけど、やっと僕の気持ちを伝えることができました。もし直接何か質問したいっていう人がいれば、コメント欄の YouTube ライブに来ていただいてもいいですし、あとはポッドキャストで結構僕の考えていること、感じていることを話したりするんで、日本語勉強したい人もぜひ聞きに来てみてください。皆さんありがとうございました。